のひごそうですですね。これ見えますかね。はい、見えます。そうですね。一回水の中くぐらして湿らせて、この上にシャンとでちょっとこれ糸で編んであるんで、すいた時に紙にちょっと糸目が出るんです。であんまり歪んでたりするとかっこ悪いんで、まだ水で湿らせてギュッと締まる前に形整えて一回挟んで固定してなじませるんです。この糸をまっすぐに今してるんですね。この感覚はずれないんですけど、結構グネグネっとなったりするので、こうまっすぐ見て歪みのないようにしてます。これここにすいた紙を重ねていく台を作ってます。もう1日すいた分ここに全部こうどんどん重ねていって、紙の厚さにもよるんですけど、薄いのだとこれぐらい積み上げるんかな。今日すくやつは、多分こんなもんです。で厚い紙だと結構もっと大きくなったりするんですけど、そうですね、ここで空気が入ってたりすると、こう紙を重ねた時に空気が入りやすくなってしまうので、なるべく平面じゃないと紙を重ねにくいですね。そう、オクラ、植物トロロアオイっていう植物の根っこなんですけど、花オクラとかって言って花を食べたりするような種類に近い植物ですかねの根っこから抽出した粘液になります。よいしょ。
こうしてすくうと全部出てっちゃうぐらいの、すくえないんですよね。こうもう空っぽになっちゃうぐらいのこういう液体ですね。わあ、不思議ですよね。不思議です。塊ですね。そうですね。でこれを混ぜることによって水の中に繊維が均等に散らばって、かつ粘り気が出るんで、紙すきって要は紙の繊維をろ過する作業になるんですけど、そのろ過するスピード、水が落ちるスピードがの粘りが強いと遅くなるんで、そのちょっとずつ水を落としながらそのうちにこう揺り動かすことができるっていうために入れるものなので、あれですね、結構この根べしに関してはのりとかって言われてたりするんで、繊維をくっつけるものなのかなって勘違いされがちなんですけど、くっつける効果は全くなくって、要は綺麗な紙をすくためにですね、ろ過のスピードを落としたり、繊維を均等に散らばらしたり、均一な綺麗な紙をすくためのものですね。水の粘度をこう上げる。はい。でそれでこう水がザーではなくってはいゆらって。そうですね。これを入れないともう本当にすくった時に全部水がザバッと切れてしまうんで、本当にゴテゴテの紙になってしまうんですけど、なのでこれを入れれば入れるほど紙自体はすごい透明感のある紙が作れるんですけど、入れすぎると熱い紙ができなくなりますし、要はろ過のスピードが遅くなっていくんで、だんだんもうその粘りがというか繊維が積層してくると水が落ちなくなってきて、もうそれ以上熱くならないっていうことになってしまうんで、はい、ただ美濃の方は、特徴としてこの縦揺り横揺りっていうのを何回もこなすので、この練りは多く使う産地になります。で特に薄い紙、今日は薄みの使わせてもらうんですけど、その薄みのっていうのは薄い紙なので、練りは多めに効かせて、繊維が積層するスピードを遅くしながら、薄い紙の中でも何回も揺り動かせるようにしてすきます。はい。このバーッとちぎった感じなんかだとすごいわかるかなと思うんですけど。結構長いんですよね。長いですね。何本かつながっててこんだけの長さなんですけど、はい、1センチはあるんだったかな。結構昔の人はよくわからんって言うとあれですけど、アルミとか金属製のたらいというかガンガンというか、あんなのに1杯とか2杯とかって言って測ってたんですけど、それで結構誤差が出てくるのが嫌なので、今僕らはもうこのメモリ付きのバケツとか使って、結構人によってその測り方も違いますけど、結構毎回同じになるように測ってやってます。どこ行った？あった。よいしょ。これもそのすく紙の厚さによって最初に入れる原料の量とかも変わってくるので、これ今薄い紙をすく用の濃度で原料を入れてます。
棒でかき混ぜてるとちょっと時間かかるんで、よいしょ、マグワっていう道具でかき混ぜます。これ水の含水率っていうか含んでいる量によって体積だとズレが出たりするんで、原料入れて混ぜた時のこの混み具合とかも見ながらちょっとずつ微調整で。原料が固まってないか、きれいにほぐれてるかっていうところと、あとはこの、原料の濃度ですね、どれぐらい入ってるかっていうのを見ながらと、あとこれから練りを加えていくんですけど、その練りを加えて混ぜる時にはその練りの濃度ですね、どれぐらい効いてるのかっていうのも気にしながらかき混ぜてます。薬品使ってないんで、もうあとは分解されていく一方なんです。でその薬品使ってないんで分解速度も速いんで、昔薬品で保存してたよりも量たくさん必要になってきたりするんですけど、やっぱ薬品のその後の処分とか結構面倒くさいので、今は使わないような工夫をしながら、はい、はい、根べしって言ってますね。はい。いえ、この植物の抽出液を要は雑菌の分解とか腐敗から防ぐために薬品使ってたんです。でもちょこっと入れるとあともう傾ければ全部入ってっちゃうぐらいなんですけど。今まだ結構モヤモヤっとしてると思うんですけど、これ今練り入れてかき混ぜると、落ち着いた頃にはもうちょっと全体的に透明感が出るというか均一になってくるんで。結構かき混ぜてる時の音とか、この手に伝わってくる抵抗とかでこの練りがどれぐらい効いてるかっていうのを今確かめてます。ちょっと緩いですね。
じゃあすいません、始めます。最初1枚目なのでちょっとでこの重ねていくっていうか、こっちに置いていくときに、さっきすごい入念に空気抜いてたじゃないですか。あれ空気があると膨らんでるんで、こう平面で重ねていきたいところに障害物があると、その周りに空気が入ってしまったりするんです。でその空気の泡が入ると紙に出たりするので、そうですね、今は原料濃度が高いので結構1枚もすぐパッパッとつけますし早いんですけど、これだいたい1回今入ってる原料で40枚ぐらいすくつもりで原料が入ってるんです。でその40枚、30枚過ぎたあたりぐらいからだんだんもう全然こう揺り動かす回数増えていくんで、30枚から増えるわけじゃないんですけども、徐々に増やしながらいって、最終的には今の倍近く動かしたりするので、その結構すく人によって何ですかね、このちょこっとの水を何回も動かす人と、たくさんすくってちょこっとしか動かさない人とでは、同じ立て方をした原料この状態ですいたとしても紙の表情の違いが出てくるので、結構その人ごとの個性っていうのは見る人が見れば分かるみたいですね。繊維の方向とかっていうことですか？要は積層のスピードであったりとか、動いてる水のスピードが違うんで、繊維の並び方が多少違ってくるんですかね。多分そのろ過のスピードが一番大きいとは思うんですけど、で僕薄い紙すく時には結構ちょこっとすくって、他の人もそうか、厚紙やる時僕はどっちかというと水多めにすくってゆっくり動かす方なので、その方が柔らかい感じと、ちょっと、なんて言ったらいいんですかね、少ない水でたくさん動かすとすごいシャープな紙、透明感の高い紙になるので、厚紙だとあんまり早く動かすと厚くもできないですし、その紙に合わせたすき方みたいなのを多分皆さん個人でいろいろ考えながらやってると思うんですけど、その辺の考え方の違いで人によって紙の表情の違いっていうのは出てくるかなと。お客さんが要望を出していただければそれに合わせてつくように努力はするんですけど、どちらかというとその人ごとの紙を選んでもらってるようなところも結構多いので、なるべく変に変えないように自分のすく紙の中では整うように気をつけながらはやってます。薄い方がかえって気を使うんです。要はこういう細い筋が乗ったりするんですけど、これ原料処理の段階で取り除けてないっていうことなので、本ミノの厚い紙をすく時よりもこの薄ミノをすくための原料処理してる時の方が原料処理はすごい気は使います。厚い紙だと今拾ったぐらいのゴミだったら気にしずにすいても紙わかんないんですけど、
薄い紙だとどうしても出てしまうので。この下の紙の透け具合であったりとか、僕この横の紙の角の立ち方とかで紙の厚さを判断したりしてるんです。この水を切ってる時のこの水滴の伸び方とかっていうのも、その練りがどれぐらい効いてるっていう判断材料にはなるので、もう常にこういろんなところで考えながら読み取りながらやってます。で同じことをただ繰り返しているように見えるんですけど、逐一逐一ちょっとずつ微調整入れながら。ずっとどこを見てらっしゃる、どこを見て何を見ながらこうやってらっしゃるのかなっていうのはすごく。だから紙すきは空いてる人に声かけたらダメなんですよ。普通大丈夫ですよ。昔からそういう風に言われてて、空いてる人に声かけたらダメやっていう。本当に常にいろんなこと、回数数えたりもしてますし、言ってる時のこの水の何ですかね、練りの効いてる感じとかっていうのも結構見ながらすいてるんで、それに合わせてゆる回数とかすくう量とかっていうのをちょっとずつ変えてるので、だいたい同じ数揃うようにはやってるんですけど、結構いろいろ考えてますね。